社員の健康と自社の売上、どちらが大事だと思いますか？そうですよね。もちろん正解は売上ですよね。ぶっちゃけ社員の健康なんてどうでもいいです。キャッシュ自体も一切出ていかない。入りもしないですよね。じゃあそこで儲けられるんですか？導入ネックがあるとしたらどんなものがあるかとかって。企業さんからすると断る理由ないと思うデメリットはないです。このビジネス自体はもう完全なブルーオーシャン。195社ご説明させていただいた中で、名前を聞いたことなんかあるっていうレベルで2件。リファラルに加えて何か新たな施策はやっていくと思うんですけれども、何らかの基本的に B2B のマーケを仕掛けようとは思ってない。紙の資料を送った場合と動画を送った場合、返信率どのぐらい変わるかとか、データみたいなものってあったりとかするんで、今はないですね。逆にちょっとご提案させていただきたいのが、皆さん、はじめまして、ロンショール合同会社 CEO の瀬島と申します。本日はよろしくお願いします。突然ですが、皆さん、企業にとって社員の健康と自社の売上、どちらが大事だと思いますか？そうですよね。もちろん正解は売上ですよね。ぶっちゃけ社員の健康なんてどうでもいいです。高い給料払ってるんですから、自分の命をすり減らして働くべき。もし体調を崩して使い物にならなくなったら、もうさっさとクビにして、新しい人材っていうのを雇えばいいんですと。でですね、今の時代に言うと、今の日本社会ではやってきないというのはですね、皆様、ご存知の通りかと思います。でもですね、1989年では、そんな考えが当たり前だったということで、当時の栄養ドリンクの CM で、24時間戦えますかというキャッチフレーズが非常に有名になるなど、当時の労働文化っていうのを象徴していました。その後ですね、2000年代の初頭から、過労死であったり、ブラック企業という言葉が広まって、現在では企業のですね、労働環境や働き方が、社会的な問題として、クローズアップされるようになって、健康経営というキーワードが会社経営をする上で、重要なポイントとなっていますと。とは言ってもですね、皆様の本音はやっぱり、社員の福利厚生、健康管理で多くのコストを避けないよと、いうのが本音ではないでしょうかと。そこで、我々がご提案させていただきたいのが、無料訪問健康診断検診プラスというサービスになります。で、この検診プラスとは、従業員の方の脳梗塞や心筋梗塞での突然死を防ぐことができる無料健康診断になりますと。無料で、企業様のオフィスに出向いて、一般的な血液検査に加えて、動脈硬化の進行具合、簡単に言うと、血管年齢も精密に計測できるというのが特徴になります。皆様はサイレントキラーというもの言葉をご存知でしょうかと。これ実はですね、糖尿病とか高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病のことで、別にサイレントキラーと言われています。それはなぜか、生活習慣病の特徴として、自覚症状が全くないということがあります。例えば、血糖値や血圧、コレステロールに高くても別にどこも痛くも痒くもないですし、熱が出るとか、血が出るとかっていうこともないため、本人が気づかないうちに水面下で重症化していって、動脈硬化なんかが進行して、ある日突然、前兆もなく脳梗塞、心筋梗塞で倒れてしまう。最悪の場合、そのまま突然死として、お亡くなりになられるケースっていうのも日本では多く見られますと。では、この脳梗塞や心筋梗塞を予防していくには、まずは動脈硬化の進行具合を把握して対策をしていかないといけないんですけれども、実は企業で毎年実施されている法定検診の項目、これだけではですね、脳梗塞や心筋梗塞の原因になる動脈硬化の進行具合というものはわからないです。なので、毎年企業が実施している法定検診にこの検診プラスを追加することで、動脈硬化の進行具合を把握していただき、まずは自分の体の状態を知っていただいて、食生活、生活習慣の改善をするきっかけ、行動変容につながるということが、この検診プラスの非常に大きなメリットになります。まとめますと、検診プラスとは、無料で、動脈硬化、つまり血管年齢を診断して、従業員さんの突然死を予防するサービスとなっております。我々ですね、三方よしのサービスというのを目指しておりまして、まさにそれが実現できているサービスなのかなと思っております。従業員様にとってはですね、自己負担がなく、突然死を予防できますし、企業様にとっては、健康経営を推進する、施策の一つとしてやったり、また福利厚生みたいな側面もありますので、コストをかけずに福利厚生を拡充していただく。そして、労災事故を防止するという観点ではですね、例えば勤務中に従業員の方が脳梗塞で突然死したとなりますと、過労が原因じゃないかと疑われて調査が入ることもありますし、ご家族様からですね、訴えを起こされて、訴訟問題になるリスクなんかもありますと。そもそものこの労災事故っていうのを防止するといったリスクマネジメントの面でも、非常にお役立ちいただけるかなと思っております。で、最後に社会にとってもですね、生活習慣病というのは自覚症状がなく、どんどん重症化してしまう病気なんですけれども、それを早期発見、早期治療に結びつけることで、重症化を食い止め、将来的な社会保障料、医療費であったり介護費、
っていうところの削減っていうところに寄与すると思っております。本当に我々ですね、この検診プラスというサービスが導入していただく企業様、増えれば増えるほどですね、日本全体が健康になっていくのかと思っておりますと、ぜひともですね、このサービス広げていくお手伝いをしていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。無料で会社に対して提供できるっていうなんか仕組みを差し支えない範囲でもうちょっと詳しく伺いたい。ありがとうございます。これ実はですね、ある、給付制度っていうのを利用して、従業員の方の脳梗塞、心筋梗塞を起こさないようなっていうような給付金っていうのがありまして、そちらを利用してご利用いただくような形になってますので、もう全て無料になってますということです。実際に会社にとって金銭的なコストはそれで発生しないにしても、手続きとか何らかのその手間とか、なんか具体的なプロセスが知りたいんですけれども。実はそこの給付を受けるために給付請求書というものが必要になってくるんですけれども、もちろんそういうものも我々が全て作成代行させていただいているという形なので、そこの企業様に導入していただくにあたってペーパーワークがドカンと増えるとか、そういうものは一切ないのでご安心くださいと。って言うなら、訪問検診に健康診断に生かしていただく日を調整していただくであったりとか、従業員さんの方にアナウンスをしていただくみたいな、お手間っていうのは必ず必要になってくるので、そこがちょっとめんどくさい部分ではあるかなというところですね。結果としてそれで御社に何かその会社さんと話す時のコストとか、人件費ですけど、でそれが原価になって給付金が何かしらのその御社にとって一部が実入りになるみたいな仕組みがその事業の儲かるモデルなんですか？そうです。これはもう全部国が決めた検診内容で、プラス国が決めたお金っていうのはもう設定されてるんですね。検診項目によって若干変わったりするんですけど、だいたい3万円ぐらいです。1人当たり1人当たり、100人受けていただければ、300万円っていうのを、企業様に本来的にはご請求するんですけれども、それが給付金から支給されるという形なので、それぐらいの金額感の売り上げっていう形になります。給付金ってことは一回会社が立て替えて後で国から入金してもらうところなんですか？よくあるその助成金とかになると、おっしゃる通り先にお支払いいただいて数ヶ月後に3分の2、4分の3戻ってくるみたいな形だと思うんですけど、この給付制度に関しては現物給付っていう形なので、キャッシュ自体も一切出ていかないです。入りもしないですよね、じゃあ。入りもしないです。ですよね。じゃあどこで儲けられるんですか？それがこれだったら企業から300万円をいただくことを国から300万円もらえるので。代行は認められてるんですか？はい。これビジネスモデルとしては基本的には医療法人でやってます。医療法人の中に検診部門っていうのを作らせてもらって、そこを委託運営という形でさせていただいているということですね。会社が自分たちで直接その給付金の申請をしてお金をもらってやるっていうのはもちろんできます。その手間を御社が代わりにやることによってそうですね、価値みたいなところ。はい、もちろん企業様の方で独自に調べられて厚生労働省のホームページに行きますよね。実施要項っていうのがめちゃくちゃ分かりにくく書いてます。であったり、給付を受けるためにドクターからの判定っていうのが必要になってくるんですね。じゃあこれ企業様主体でやられた時にどのドクターに判定してもらうのみたいな結構課題がいっぱいあったりするので、なかなかそこは難しい部分がある。場所はどれぐらいの広さが用意できればいいんですか？180センチの折りたたみベッドがあるお部屋であれば可能なので、ミニマム4人で会議できる部屋、広ければ広い方がゆったりできるので助かるんですけども、誰でも受けれるんですか？基本的には社会保険加入されてるような属性の方々であれば、うちの会社ですよね。そうですそうです、はい、唯一受けれないのが公務員。ちょっとまた法律が違うので給付を受けることができない。医師の手配とかがあると思う。なんか何人以上集まらないとっていうのもないんですか？ありがとうございます。基本的には全国対応させていただいているんですけれども、どうしても出張でさせていただくっていう兼ね合い上、1日あたり10名以上でさせていただいている。とは言っても、やっぱり5人とか3人とかっていらっしゃるんですけれども、その場合、他の会社様の中でもしかしたら会議室がないよみたいな方に関しては、もう我々がもうお金払ってレンタルスペースを借りさせていただくんですね。そういったケースが結構あるので、日にちはちょっと限定されるんですけど、その時に来てくださいとか、そういうような形でご案内をさせていただいている。健康経営っていうところの市場感みたいなのが全然分かってなくて、僕自身が世の中にどんなサービスがあって、でこのサービス自体はどんな立ち位置にあるのかみたいなところをざっくりお伺いしてもよろしいですか？多くの企業がなんで健康経営を取り入れようとしているのかっていうと、やっぱりこの採用の部分かな。求職者からするとやっぱりブラック企業には絶対入りたくないってなった時に、社員の健康をしっかり考えてますってなると、ちょっとホワイトっぽい
ような形になりますので、やっぱりそういうやっぱり健康経営をやっていかないといけない。その中で、ほとんどの健康経営をやりますと宣言っていうのをするんですけれども、その宣言をした時に実際は何してるのってなった時に結構困ってらっしゃる企業さん多くて、じゃあフィットネスジムに月に1万円かかるんだったら、じゃあそのうちの半分を補助します。そういうものもありますし、運送業さんとかってやっぱり居眠り運転とかね、絶対防止しないといけないので、会社の中で仮眠室を作りましたとか、そういうような取り組みの一つとして健康診断っていうところをやられるっていう部分が一番メリットが感じられやすいというところですね。フィットネスクラブの割引の福利厚生とかだとコストがかかる話だと思うんですけど、今回のサービスだと基本的に企業側はコストがかからないものなのかなと思っていて、その上で導入ネックがあるとしたらどんなものがあるかとかって。正直ですね、企業さんからすると断る理由ないと思うんですね。なので導入することによるデメリットはないです。適切にリーチさえできればしっかりと導入まで至るんじゃないかみたいなところ。これ今まで195社ぐらいいろいろとご案内をさせていただいてるんですけれども、一定数お断りいただくっていうケースはあって、ほとんどが担当者がめんどくさい、今までやったことないしっていう部分ですね。なかなか新しい制度を取り入れるのはちょっと今忙しいしとか。勤務中にやっぱり診察が受けられるメリットもある分、その調整が大変っていう。そうですそうです。今回の課題感っていうのはやっぱり認知の部分っていうのが大変面そうで白いですすね。ね。完全にここはもう B2B っていう対象になるので、あんまりSNS とか、YouTube で広くっていうよりもっといい方法があるんじゃないかなとは思ってはいてて、基本的には今も本当にリファラルマーケティングという形でどんどん広がっているっていう。参入障壁はどれぐらい高いんですかね。正直ですね、大きな医療法人さんがガッと本気でやったら、参入はできるのかなと。例えば認知を広げるときにビジネスマンに直接リーチしたいならタクシーのタブレットに広告出すとかゴルフカートに広告出すとか、そのビジネスマンが結構目にするような場所に認知系の広告を出すみたいなのはよくある手法かなと思うんですけど、逆にその参入収益が低い場合に認知をどんどん拡大していったときに強い競合に参入されて一気にガッと模倣されて取られてしまった時のその御社としての対策って何になるのかな。そうですね、正直ないかなと思ってます。僕もどういう給付制度かっていうのを、あまり明言してない理由もそれで、あんまり広げてなくない気持ちはある。マスに対してバッとやりたい、もし CM 打つとか、そういうのってはあんまりちょっと合ってないのかな。イメージとしてはやっぱりこの人事労務総務、もしくは会社をやられている経営者、もしくは役員の方にこういう会社のメリットがたくさんあるサービスっていうのがありますよっていうのをダイレクトにさせていきたいな。そこはやっぱり今のところ合うのがリファラルマーケティングっていう部分でも社長から社長にっていう形が一番戦略的な意味。ただ一方で、正直今このビジネス自体はもう完全なブルーオーシャンです。今まで195社、ご説明させていただいた中で給付制度っていうのをご存知だった企業さんは名前を聞いたことなんかあるっていうレベルで2件。本当に今ここを一気にガッとシェアを取るっていう形にすれば逆にひっくり返されにくいです。現状の競合はいらっしゃらないと。でもいらっしゃいます。我々としてはそこの競合他社同士でこれ何か企業を取り合うっていうよりかは今そのフェーズじゃないなと思ってて、基本的にはもういろんな各社同じようなことをやってる企業で何か連合みたいなのを作って、例えば大企業さんとかであれば各地に従業員さんがいらっしゃる。で我々が行くとどうしても交通費、宿泊費がかかるっていうところを連携させていただいてお願いしますみたいな形ができたらなっていうイメージでやる。実際じゃあ具体的なターゲットってどんな属性というか一番想定されてるんですか。これはちょっとビジネスからは外れるんですけれども、脳梗塞、心筋梗塞になりやすい職種っていうのはやっぱりいるんですね。例えば運送業さんであったりタクシー業さん、介護事業やってるビジネスをやられてる方、何共通するかっていうとやっぱ生活リズムが乱れやすい。この夜勤があったりとか日勤があったりみたいな、そういう方はやっぱりどうしても動脈硬化進む生活習慣病リスクも高いみたいな方が多いので、そういう企業の方々には、本当にこのサービスがやっぱり生きるというか、よりメリットを感じていただけるかなっていう。そこにアプローチする上で今リファラルマーケティングをやられていると思うんですけれども、それではリーチできないボトルネックになっているものっていうのは商談っていう形ではどんどん来てるっていう形ではあるんですけれども、今全然それでも響かないわけではないんですけど、どちらかというとよりこれを加速させていくにはどうしたらいいのかなっていう。オファーいいですか。
自分が B2B のマーケティングを専門とさせていただいていて、で実際人事系へのアプローチっていうのをさせていただいてますし、それこそ運送業向けっていうサービスのお手伝いもさせていただいてるんで、結構ノウハウはかなりあると思うんですね。で、どんな媒体を使えばそういった方にピンポイントに届くかっていうのもわかるので、B2B 全般の認知からもうリード獲得、なんなら IS の部分までお手伝いさせていただければなというふうに思います。実際にどういうようなコスト感であったりとか、成果報酬でいいのかとか、事前にこう月稼働いくらみたいな形でのご提案なのかっていうのは。マーケのコンサルティングみたいな形になると思うんですけど、月に30万から50万っていうところがまず自分の稼働になってきて、プラス広告費とかがかかってくるようなイメージ。例えばイメージとして、プラスアルファ広告費をこれぐらいかければ、どれぐらいの、反響があるというか、リードが取れるみたいなっていうところでご想定されてます。これちょっとあんまりどんな媒体使うかっていうのはちょっと今は言いたくないんですけど、実は私総務課の経験がありまして、そういう仕事が来るとやっぱり面倒くさいなっていうのが実際あったので、その1万再生の中に本当に届けたい人事労務総務社長さん結構少ないんじゃないか、紹介っていう形でいただいて、制約に至った場合に関しては1人当たり2000円という形で。2000円なんですね。2000円か。